闘代理戦争ザ・マックス、勢いがついたいい1回戦だったなっていう感じでしたね。いい雰囲気持ってるな、このことできたらいい経験になるだろうな、思い切りの良さ、勝負どころを仕掛けるタイミングが良かった。Welcome to リンヤチャンネル。監督業は意外と嫌いじゃない中村リンヤです。今日は5月17日にクライマックスをついに終えた格闘代理戦争ザ・マックスについて、僕も岡見さんと一緒に中村圭一郎の監督業をやらせていただいたので、それについて話せること話せないこともありますけど、できるだけ裏話的なものも入れつつ話していこうかなと思います。はい、圭一郎選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね。もうリンヤ選手の方も、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。今回初めて格闘代理戦争への出演、実際その監督っていうものをされてみて、はい、どうでしたか？岡見さんと2人だったんで、責任感、っていうのはいい意味でも分担されてて、結構リラックスして、僕はなんか監督って言って監督するっていうよりは、別にいつも通りケイちゃんと練習して、2月の骨折のこともあったんで、周りに避ける時間もあったので、ケイちゃんと一緒に結構対策練習やったりだとか、一緒に生活するっていうことが多かったかもしれないですね。みっちり練習に付き合うことができたって感じ、まあ、ずっと一緒ってわけじゃないですけど、しっかり対策立てて、それの反復を一緒にやったりだとか、日常で一緒にいることが格闘技のためになってるというか、遊んでたらすぐ格闘技の話になる。これがこうで、ちょっと待ってとか言って、ここで路上でこうだよねとか言って始まるんで、一日ずっとそんな感じなんですよ。別に楽しいから話してることだし、疲労にはなっていかないというか、それも、だから楽しく格闘技について語り合って、次の相手に対してはこうだよねとか、そういう中で固めてった部分は大きかったかもしれないですね。プライベートでも、結構ずっと時間を過ごした、一緒にいることを、わかりました。圭一郎選手、今回見事優勝されたんですが、試合前は特にどんなアドバイスみたいな、作戦みたいなものを立てられてたんですか？初戦は前日まで誰とやるか分かんなかったんですよ。直前の計量終わった時のくじ引きで決まったんで、初戦がトミーだったかもしれないし、変な話、そういう中で初戦はミスターホンデっていう打撃、ストライカーだったんで、初戦の時はその日の午後でホンデ選手の動画を漁って、バーッとね1日出てきた動画から癖と得意な攻撃のパターンっていうのをインプットして、そこに行かないっていうのだけ徹底してやってたら、その中でケイちゃんが打ち抜いたっていう1回戦。どんな印象だったんですか？リンヤ選手からすると、そのホンデ選手って結構強い選手かなって私は思ってた。キックボクシングの実績が思ってたよりあったみたいで、結構評価が高い選手だなっていう印象はあったんですけど、MMA が初めてっていうことだったんで、キックボクシングの距離だったらいいコンビネーション持ってるねみたいなのは何個かあったんですけど、ケイちゃんはその1個外の距離から攻撃仕掛けて出せるから、ホンデの得意なコンビネーションが出る位置があるんですよ。そこにはまんなきゃ大丈夫っていうのでやったっていう試合ですね。ケイちゃん割と自由に戦っていいよみたいな、これとこれさえやんなければ、この間合いでこれさえしなければみたいな感じでしたね。それでしっかり仕留めるっていう1ラウンドで、それがすごいなとも思いましたし、勢いがついたいい1回戦だったなっていう感じでしたね。2戦目はどうですか？ 1 戦目終わった後くじ引きじゃないですか。パッと見た感じ、ギレルメがすごい、いい雰囲気持ってるなっていうのはちょっとあって、このことできたらいい経験になるだろうなっていうか、当たるだろうなとか思ってたら、準決勝でギレルメ引いて、ここできたかみたいな、なんとなく決勝かなって思ってたんですけど、準決かと思って動画を見たりはしたんですけど、ギレルメの1回戦は相手がストライカーで打撃嫌がってタックル入ってすぐ1本取ったんですよ。だから打撃あんまできねえのかなっていう印象だったんですね。
蹴りとかはキャッチして距離感測られたらキャッチしてくるだろうし、打撃があんまできない時の組みたい選手の組む感覚って僕すごい持ってるんですよ。打撃がずっとできない中でストライカーとかとずっとやってきて、その中でどうやってタックル入ればいいかみたいな僕もずっと考えてたんで、この段階だったらこう来るだろう、例えばトミー選手の今のキャリアの段階でどういうことを仕掛けてくるだろうか、ケイちゃんに対してとか、なんかすごい僕のキャリアのところに当てはめて考えてたりだとかしてたんですけど、ギレルメあんま分かんなくて、正直顔も分かんないし、でただガッと勝負に来る時のこの勢いと力強さみたいなのあるから、1ラウンドは本当に気をつけようみたいな、ギレルメに対して。だから腹で止めるみたいなのも結構練習したし。なるほど。あの試合はでもすごく評価が高い、なんか面白い試合だっていう評判ですよね。僕らが見誤った部分があって、そこがギレルメ選手の打撃力、やっぱ盆栽柔術は隠れストライカー集団だなっていうのを改めて思った一戦でしたね。キックボクシングがちゃんとできるんですよね。ブラジル選手がよく持つ蹴りを混ぜたコンビネーション、打って蹴りで終わるだとか、蹴りからダンダンダンとか、僕らが浸透してないようなコンビネーションで打ってきたりするから、タイミングとあとギレちゃん喧嘩できるんじゃんみたいなところも見誤ってたし、誤算もありいい試合になったなっていう最後決勝のトミー選手、ギレルメ選手の時もそうですけど、組まれたら危ないシーンが増えるなっていうのは結構思ってたんで、ずっと対策はしてたんですね。その辺は決勝の煽りでエゴールが打撃フル対応からの足破壊って言ってたみたいな感じで、こっちもこっちで充実フル対応しないとダメじゃないですか。そう組まれたっていうシチュエーションも考えた時にフル対応しなくちゃいけないから、そこはもう完璧に整えといた上で打撃でどう進めていくかっていう、だから充実の対応と打撃を仕留めるっていうのをこう並行して練習していって、ケイちゃんが打撃で仕留める動きをしていれば勝手にそれはレスリングのディフェンスになるから、しっかり足使っていろんな角度から攻撃して、トミー君の方が打撃慣れてないなっていう確信はあったんですよ。ギレルメはなんやかんやで僕らが見てないアマ10戦10勝分のデータがあったんで、そこで結構打撃をやっぱ実戦でも積んでたかもしれないっていう部分があったんですね。トミー君は本当にこの間 MMA に転向してきたばっかで、準決勝終わってタイに10日間行ったとかもありましたけど、まだ打撃はギレルメ選手よりまだちょっと劣るから、その分でアドバン取れるかなっていうふうに思ってたんですよ。っていうなんか考え方で臨んだ試合だったんですけど、トミーが結構でかかったっすねなんか何回も見てたんだけど、身長こんなでかかったっけみたいななんかいざケージの前に立った時に僕ら監督も上がるじゃないですか、パッてトミー見たら身長でかくねみたいな思って、ケイちゃんも同じこと思ったらしくて、その辺がイメージを作りすぎたのはあって、倒すでけえってことでちょっとそのイメージが崩れたんですよ。なるほど。ケイちゃんがいつもよりちょっと打撃でいけない理由になったっていうのはありますね。そこでちょっとおっていうので後手を取ったっていうのがあるかもしれないですね。ただまあそこは MMA の実践経験の自力と、あとは思い切りの良さ、勝負どころを仕掛ける、タイミングが良かったっていうのもあって、無事判定勝ちでしたね。決勝も準決勝も立ててたプラン通りにやっぱいかない展開になったんですけど、それを試合の中で超えたっていうのがすごいでかい経験になったなっていう2試合でしたね。今回出演されている監督もそうそうたるメンバーでした。岡見雄心さんはもちろんですが、朝倉未来選手とか青木真也選手、小堀選手とか平本選手、他にもビッグネームの方たくさんいらっしゃって、関わっている選手がとにかくすごい印象だったなっていう印象だったんですが、監督同士の交流なんかもあったんですか？ないですね。試合前だから、試合に集中みんな。そうですそうです。試合の当日だけ集まるわけで、それ以外はやっぱずっと別々で言いますから、試合の日はねやっぱ試合ですから、ちょけるテンションでもないのであんまり
交わりはなかったですね。1回戦のくじ引きの時にちょっと青木さんと喋ったぐらいですかね。はい、僕は練習させていただいたこともあるんで、お疲れ様です、お久しぶりですとか、はい、そういう感じで。レイ君は喋りましたけど。今回その格闘代理戦争の裏話的なことがあれば教えていただきたいんですけど。スタッフがこの期間ってすごい撮影行けますか、撮影行けますか、この日予定どうですか、おかみさん、中村選手、圭一郎さんみたいなっていう感じで結構予定合わすじゃないですか、はい、密着もするし収録もするし、はい、いいですよって言っても僕らが会うのってジムの中でしかないから、はい、あんま取れ高がないみたいになって、おかみさんとリンヤ選手が UFC 前とかに取り入れてるトレーニングとかを撮りたいんですけどみたいな、はい、秘密の特訓みたいなのありますかみたいな、はい、試合前って逆にそういうことしなくなってくんですよみたいな普通になってくんですよみたいな、テレビで申し訳ないけど入るような生活じゃなくなってくんですよみたいな、だから何するかって言ったら瞑想とかですかねみたいな、試合前はルーティンで入ってたりもしますねっていうので、じゃあ瞑想やりましょうって言って、はい、ジムで瞑想してたんですよ。僕の試合前秘密トレーニングみたいな感じで全部カットされましたわざわざ俺そのためにその日そのジムに行ったのに動きがなかったのか。リンヤさんからしたらそうですどうしたってなるんですよ、どうしたあれっつって、あとは滝行に行く姿を密着したいみたいなのもあったんですけど、滝はちょっとなみたいな、神様いるところだしなっていうので、はい、やっぱダメですって言ったりすごくこう和やかな格闘代理戦争のチーム圭一郎、はい、皆さんこう和やかな雰囲気でやられていたんですが、はい、この間の決勝の時のセコンドで、はい、宮さんがすごいにこやかに笑いながら圭一郎選手に話しかけていて、はいはい、どういったことを話されてるんですか？帰ってきた選手のテンションとかはもちろん見つつ、試合の流れとかも見つつケージに入ってって、その時の自然体だからこうこう考えてっていうよりはどうだったっていう感じ。圭一郎選手はなんかにこやかに対応されてたんで、はい、手応えがずっとある感じなんですかね。1ラウンド目はバック取られて、向こうが描いてたプラン Aを向こうが遂行してきたわけですよ、はい、こっちは捕まらないっていうプランだったけど捕まったわけですよ、はい、でもそこからエスケープして最後パウンドまとめてラウンド終わったんで、はい、もう怖いもんないじゃん一回そこ見てきて、そこから帰ってきたんだからお帰りみたいなテンション、大丈夫でしょみたいな感じから入って、当たりそうかっていうのを探る。そのためにじゃあ何々をして餌散らしていこうとかっていう話をしてましたね。今回優勝された圭一郎選手ですが、はい、次に目指すべきなんか展望とか、今後圭一郎選手に期待することなどはありますか？これまで通りケイちゃんは楽しく格闘技やってたら絶対トップの方に行く資質を持ってるし、はいはいはい、本当の強さっていうのを伝えていけるような存在の一人だと思うんで、この経験はすごいでかいと思うんで、はい、しっかり生かして来たるべき次のチャンスに備えていってほしいっていうだけですね。いろんな道があるからちょっと読めないけど楽しみですよね、はいはい、どういう感じになっていくんだろうなっていう。そうです。すごくこう花のある選手で、はい、試合もすごい面白い、はい、すごくこれからが楽しみです。そうですね。ロードトゥーもそうだし、コンテンダーズシリーズ向きな、ね、タイプでもあると思うんで、そっちにも引っかかってくれそうな雰囲気は持ってますよね。そうですね、はい、もしね機会があればリンヤチャンネルの方にも圭一郎選手の2人のコラボを見てみたいですね。本当ですかはいぜひ。今回優勝した圭一郎はスーパーライジンから行くのか、またまた別の路線から世界へ羽ばたくのか、まだ分かんないですけど、彼の自由さというか、よく伸び伸びしてて格闘技が大好きで、そこに真剣に向き合ってる姿っていうのを皆さんにもしっかり着目してほしいなと思います。すごい生意気な姿が目立つ、今回はキャラ立ちとしてそっちが取り上げられてましたけど、その裏付けにはやっぱ日頃すごいね真摯に向き合ってる姿っていうのがあるので、そこを見るとより格闘技が楽しく見れるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんも格闘技愛してください。
よろしくお願いします。以上が格闘代理戦争ザマックスの振り返り動画になりました。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あ、すいません、ちょっと僕ご飯頼んだんで、すいません、はいはい、合ってます。ありがとうございます。どういうことなのそれ。ご飯お腹空いちゃった。はい。おまけ